こんにちは、スネドラです。動画を作成する時間が全くなくてだいぶ遅くなっちゃいましたが、今回は四国の別格霊場を参拝した時の最後に泊まったザ・リッツ・カールトン京都をご紹介しようと思います。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私は去年一昨年と四国の88カ所霊場巡りを、区切り打ちでしてまして、なんとか無事88カ所歩ききれたので、そのご報告に、当時にやってきました。当時の参拝の様子は別の動画に収録してあるので、右上のカードをクリックしてぜひご覧ください。右前方に見える鴨川沿いのこの低い建物が今日宿泊するリッツ・カールトン京都です。駐車場が1泊4000円ということでちょっと驚いたんですが、バレーサービスでこのクラスのホテルなんでね、むしろ良心的な金額なんでしょうか。大きい荷物と車と鍵を預けたら、かっこいいドアマンの方が颯爽とご案内してくれます。この三輪車もリッツ・カールトンって書いてあるだけでさらにかっこよく見えますよね。おしゃれです。いや、このドアマンの方がね、イケメンでほんとかっこいいんですよ。しかもここ振り向いてないのに私たちの、歩幅に合わせて、速度を調整してるんですよね。さすがね、一流のホテルのプロのドアマンだなってこの時すごく感心した記憶があります。ホテル自体が鴨川沿いに立ってる、横長の形状なのでレセプションまで結構歩くんですよね。ホテルの構造自体がいまいちよくわからなくて、ドアマンの人にひたすらくっついて歩きます。一番奥の方まで行くと、バーがあるんですが、どうもここのバーでお茶を飲みながらチェックインするみたいです。着物を着た女性の方が丁寧にご説明いただいて、ゆっくりとチェックインします。お茶と八つ橋をいただいて少しのんびりしながらね、いろいろとお話を伺ってたんですが、やっぱりさすがリッツ・カールトンっていうようなホスピタリティで、もうすでにこの段階で、感動してます。ただちょっと私たち失敗しちゃったのが、もともと今回の旅は四国の別格20霊場を車で参拝したその帰りにリッツ・カールトンに寄ってるので、服装がラフというかちょっとだらしない格好になってるんですよね。さすがにリッツ・カールトンの客層っていうともうそのグレードの人はいなくてですね、かなり浮いちゃってるんですよ。気にしなくていいとこなのかもしれないんですけど、せっかくリッツ・カールトン泊まるんならね、ちょっと考えれば分かりそうなことだったんですけど、服装にも配慮をするべきでしたね。これは反省です。このホテルって有償で泊まる場合は最低でも10万円以上はするんですよ。なので私みたいな人間はとても泊まることができないホテルなんですが、偶然ポイントが溜まってて、ほぼタダで泊まることができました。あとポイントで予約するときって一番安い部屋しか取ることができないんですが、今回は空いてたからか、当初のデラックスルームからアップグレードされてデラックスガーデンビュールームにアサインしていただきました。これはラッキーでしたね。それでは早速お部屋に入ってみます。お部屋は今回245号室です。なんとお部屋の真ん中にベッドがあります。面白い作りですね。お部屋は純和風っていうわけじゃないんですけども、至る所に和のテイストが散りばめられてて、例えば椅子だとか後でお見せするハンガーとかですね、外国人の方が来たらどれもこれも目を奪われるようなものが多そうです。天気が悪いからかガーデンビューはいまいちでした。調度品だとか、作り込みがもういちいちやっぱりクオリティが高くて、さすがリッツ・カールトンっていう雰囲気ですよね。このクラスのホテルに泊まることが基本ないので、あっちゃこっちゃうろうろね撮ってて、なんか映像も世話しなくって申し訳ありません。無料のお水が4本置いてあります。リッツ・カールトンのラベルが巻いてあるだけで心なしか高級なお水のように感じます。
冷蔵庫の中が暗すぎて全然見えないと思うんですが、高級そうなお酒とかもたくさん置いてありました。私がセンスないんでこういうのよくわかんないんですが、それでもセンスがいいなと思うようなティーセットとかグラスがたくさん置いてあります。お酒の銘柄とか私全然わかんないんであれなんですけど、それでも高そうなお酒がいくつもあります。中には4万円ぐらいするようなものもあるみたいです。ドリップマシーンがコーヒー用とお茶用の2台が置いておりました。カプセルもちゃんと準備されてます。続いて洗面台です。なんと2ボールのタイプですね。これなら朝もバタバタしないで済みそうです。驚いたのがこの鏡のところにテレビが内蔵されてるんですよね。ちょっと見る機会はあんまりないと思いますけど面白いですね。この立派なケースがなんとアメニティケースになってます。リッツ・カールトンなんで一般的なものはもちろんあるんですが、その他に靴磨きクロスとかソーイングセット、爪磨きなんかもありました。しかもどれもこれもクオリティが高くてね、さすがリッツ・カールトンという感じです。極めつきはこの金箔入りの石鹸ですよね。とてもリッチな気分になれます。もちろん普通の石鹸もあります。続いてバスルームです。足元にはすのこが敷いてあります。驚いたのがこの壁一面の桜吹雪なんですよね。壁に描いてるんじゃなくて立体的になってて、こういう表現ってやっぱうまいですね。シャワーはハンドシャワーの他にレインシャワーもついてました。シャンプーたちはもちろんアスプレーです。これいい香りがするんでとっても好きなんですよね。ブラインドとカーテンは自動で開閉ができます。確か沖縄のリッツ・カールトンも、自動の開閉できましたよね。棚の上に、包みにくるんであるものがありました。お茶のセットですね。こういう和の心っていうか、そういうのを表現するのもうまいですよね。ハンガーのクオリティが素晴らしくて、職人さんがこれ手で作ったんじゃないかっていうような触り心地です。最後にトイレです。広々としててとてもクオリティが高い、やっぱりリッツの名に恥じないトイレですね。ここ1泊しか泊まらないのがちょっともったいなくなってきちゃいました。それでは、夕食を食べに街に出ることにします。そういえば部屋の入り口のドアのこの模様も彫ってあるんですよね。お風呂の桜吹雪と一緒で、いちいちすごく手が込んでるようです。ホテルのあちこちにアート作品が並んでて、私の能力では素晴らしさがよくわからないんですが、それでもすごいんだなっていうのを感じることができます。この盆栽も見事です。さっき歩いたアプローチが幻想的な雰囲気に様変わりしてます。なんか異次元に向かうような通路ですね。リッツ・カールトンのロゴをやっと見つけました。さっきからずっと探してたんですけどね。控えめなサイズなのが逆に高級感を感じさせます。今晩はリッツ・カールトンの中のレストランで食事しようとも思ったんですが、京都でちゃんとお食事するの私初めてだったので、せっかくなのでポント町の方に出てみました。昔漫画の島耕作でポント町を初めて知って、それから一度来たいなと思ってたんですが、やっと来ることができました。今日は特に予約してなかったんですが、鴨川沿いにある牛の骨が、評判いいということだったんで、寄ってみたら偶然入れたんでですね、ここで食事することにしました。京野菜の漬物だとか美味しいお豆腐とかをいただきながら、またワインで乾杯し直したりしてね、京都の食を堪能させてもらいました。牛の骨に来たら、名物のシチューを食べなきゃいけないということでこれいただいたんですが、本当に美味しくてね、もし行くことがあったら皆様もぜひ食べてみてください。ちょっと雨だったのが残念なところですが、それでも雨のポント町っていうのもなかなかおつでね、楽しむことができました。はい、ホテルに戻ってきました。今回結局ポイントで泊まったんで、ほとんどホテルにお金落としてないんですよね。明日の朝食も本当は街に出て食べる予定だったんですが、
妻からせっかく来てるんだからホテルの中のレストランも一回行こうよと、言われて、明日の朝食はホテルで食べることにします。おはようございます。朝食です。朝食はレストランみずきさんでいただきます。なかなかにリッチそうな、レストランですね。こういう時でもないとなかなかこういうレストランって入らないので、今回はいろいろと楽しんでみようと思います。思ったよりも海外の人が多くてちょっと驚きましたね。料理もどれもこれも美味しいは美味しいんですが、味だけじゃなくてやっぱり見た目だとか、例えばこのエッグベネディクトの卵が割れた時の感じとか、この辺もやっぱりうまいんですよね。いや、和食も本当にクオリティが高くてとても満足できる朝食でした。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。